雪解けの尾瀬ヶ原は水芭蕉の独壇場である。花言葉は美しい思い出。至仏山と水芭蕉の光景と氷の浮かんだ池塘を貫く木道は春先の風物詩だ。あいにくの大雨と雪解け水で尾瀬ヶ原のあちこちで洪水。うわ、悲惨な状況になっておりますな、これ。木道は数箇所で水没。しかしその雨のせいで尾瀬ヶ原はなんと普段は絶対見れない1日限定の湖が出現していた。マジか。もう取れるようになってました。はい、もう取れるようになってました。あ、くるぶしぐらいまで。くるぶしぐらいまでか。くるぶしか。浸かるように。尾瀬の水芭蕉は5月後半から6月半ばにかけて最盛期を迎える。今回は雪解けの尾瀬と水芭蕉を堪能しようと3泊のテント泊の予定だ。戸倉からバスで鳩町峠に向かう。ここから小1時間ひたすら降りていく道だ。途中カエル岩でゲロゲーロする。山の花ビジターセンターでトレッキング情報を仕入れ、隣接する研究見本園を散策。上田代に多く見られる池塘と、そこに映り込む逆さ火打ち岳や至仏山を堪能する。中田代の牛首分岐では直進を選択。下の大堀は水芭蕉の群生と至仏山のベストビューポイントである。下田代を抜けて見晴キャンプ場でテント泊。ここに3泊してベースキャンプとして天候が良ければ火打ち岳へピストン。帰路は尾瀬沼方面に抜けるためぬしり平を経由。三平下へは悪路ではあるが尾瀬沼を南回り、そして駐車している大清水へ降りていくというプランだ。それでは大清水の駐車場に向かおう。大清水の駐車料は戸倉駐車場の半額の1日500円だ。大清水発、始発の9時15分のバスで戸倉へ。料金は620円。平日のため乗客は自分一人だけである。戸倉で乗り換え、バスで鳩町峠へ。乗り換えはスムーズで9時40分のバスに乗れる。料金は1000円。鳩町峠は10時15分に到着する。要するに大清水から鳩町峠には1時間かかる。出発早々尾瀬の風物詩牧歌さんたちが先行していく。今見ている至仏山はゴールデンウィーク明けから約2ヶ月間7月1日まで高山植物などの植生保護のために閉山中だ。下りの木道が濡れていると登山靴では滑りやすいのだが、幸い木道は乾いていた。
残雪のある中のトレッキングの注意点の一つに雪の踏み抜きがある。特にこのような階段状の木道での雪の踏み抜きはとても危険で、骨折する人も後を絶たないという。雪解けシーズンは日々刻々と残雪状況が変化していくが、今回はここから8割くらい残雪が残っているようだ。木道が露出しているところは踏み抜きが特に起こりやすく、2本の木道なら木道と木道の間、1本なら木道の端は踏み抜きやすい。たまたま鹿を発見した。水芭蕉にはシュウ酸カルシウムを含んだ毒素があるらしいので、食用には向かないはずなのだが、各地で水芭蕉の鹿による食害が多発していると聞く。鹿は水芭蕉の毒素を無毒化する中和酵素でも持っているのかもしれない。片や干渉しているだけ、片や生きるために食べているだけという関係なので、鹿の食べる行動を善悪で断じるつもりはない。あそこまで鹿いるかもしれない。しかし山ガールたちに鹿がいるということを得意げに教えてあげる私は、ただ無責任な最低のゲス野郎ということは否定できないだろう。あそこに見えるはカエル岩だ。しかるべき角度から見ないとただの路傍の岩である。しかししかるべき角度から見るとそれはまさしくカエルでしかない。この位置である。それではゲロゲーロして通り過ぎることにしよう。そうこうするうちに上から読んでも川上川、下から読んでも川上川に通されている橋が見えてきた。山の花はもうすぐそこだ。木道を除雪してくれているのはスタッフであろうか、ボランティアだろうか。木道の安全確保に尽力してくれてありがたい話である。さすが長靴。長靴もう無敵だよね。靴ずれとかないの？靴下二重に履いてれば今度から長靴にしようかな。履くのに簡単だし、木道にはもう無敵だし。登山靴の弱点は濡れた木道で滑りやすいという点が挙げられる。その点長靴は最強である。山の花ビジターセンターに着いた。早速鹿についての情報を仕入れる。鹿は厳冬期の尾瀬では越冬できないので、冬は日光の方へ移動していることが GPS 送信機などを使って突き止めたという話である。研究見本園のベンチで昼の行動食をとる。去年の夏はなかった鹿対策の網が設けてあった。鹿の食害はいよいよ深刻なようである。
東に浮かぶ氷がエメラルドグリーンを帯びて見える。諸説あるのだが、酸化鉄が関与しているという話を聞く。雪解けの頃、地面が現れる数日前に赤サビ色で雪の表面が覆われる現象を地元の人は赤霜と呼んでいる。この山の鼻にある尾瀬ヶ原湿原研究見本園はその研究がなされているらしい。雪が溶けきった後、一面サビ色の土もその現象のせいなのだろう。藻や苔などの藻類や酸化菌類が増殖して鉄分の酸化が行われるというのだが、世界的には赤雪の他に緑雪、黄色雪などの砕雪現象もあるそうだ。これは形状から言って鹿の糞であろう。鹿よけの網をかいくぐって日本園の中に入り込んだ猛者もいるということだ。先ほどから増水した水により水没している水芭蕉が気になってきた。水生植物ではないようなので、増水期間浸水してもある程度は持ちこたえられるのだと思う。向こうからやってくる颯爽とした小さなガイドさんが大人3人を引率している。ですね、生き延びられるんですかね。なんでしょうね、これね。水は引く方が早いから先かもしれないですね。なるほどなるほど。やはり皆水中に沈んでも咲いている水芭蕉に関心があるようだ。ちなみに途中で逆さ火打ちのビューポイントがあったが、
さざ波で今一つであった。でも逆さ私物はバッチリだったし、別のところで逆さ火打ちが見れているので、この場所にこだわらなくてもいいのである。ここ下の大堀は人気の水芭蕉ビューポイントである。しかし約20時間後、大雨と雪解けの水が相まった増水により、可憐な水芭蕉群はおろか、木道の大半が水没してしまっていることになるとは、この時点では知る由もなかった。ただ山レコのレポートによれば、2日後には水位は通常通りになり、水芭蕉群も地上に顔を出していたらしい。ところでここ下の大堀は山の花と見晴らしのちょうど中間点にあたる。山の花にも見晴らしにもだいたい1時間で行ける位置にある。ここで小さいくせにカロリー価の高い塩羊羹を行動食として摂取。なぜここが絶好のビューポイントなのか。それは水芭蕉の写真が茶色ばかりになる問題をズバリ解決してくれるのが下の大堀からの構図だからである。ここは例年水芭蕉が群生し、なおかつ水鏡に青空を映し込むことで湿原の茶色の比率を一気に引き下げてくれるのだ。ベンチの後ろの白樺に止まっていた2羽の鳥なのだが、野鳥に詳しくないのでネットで調べてもよくわからない。赤原かもしれない。雲行きが怪しく、明日雨が降るという天気予報だったが、何かもうすぐ降り出す雰囲気だったので、速攻で見晴らしキャンプ場に向かうことにする。案の定テント設営し始めるか否かという時に雨が降ってきた。軒下で雨をしのいでテントを組み立て、小降りの時に設営というプレハブ住宅の手法を使った。
雨音で音声がうまく入っていないが、大雨なのでもう寝ますと言っているのである。翌朝、大雨は続いていたので小降りになるまでテントにこもっていた。うわ、悲惨な状況になっておりますな、これ。小降りになって外に出てみると、我がテントはさざ波の中に浮く小舟と化していた。後学のために大雨の際の見晴らしキャンプ場の浸水状況を見聞して回ったが、9割以上の面積で水浸し状態であった。雨が止んでテントの引っ越しをする。5割のところは水の引きが悪いが、残りの5割は雨が止むとそこそこ乾くのも早かった。ビールを冷やすために天然の冷蔵庫を作成する。昼食後に尾瀬ヶ原を散策するために、ビール1本と保冷剤としての氷を袋に詰めて出発することにする。火打ち小屋の管理人は、無線で山の花や各木道の数箇所が水没しており、通行不可になっていると連絡を受けたと言っていた。尾瀬小屋のテラスは前を通るたびに、いつかここでステーキを食うのだと心に誓うのであるが、まだ実現していない。一瞬、もうここで至仏山を見ながら、テラスでぼーっとしているのも悪くないなという考えが脳裏をよぎった。見たところ、下田代は特に浸水の被害はないように見えた。独占ですね。独占ですね。そうですね。いいですね、今日は。最高っすよ。朝一で唯一見晴らしキャンプ場にたどり着いたキャンパーさんだ。膝まで水没した木道を強行突破してきたらしい。どこまで行きました？分岐のあたりですね。小屋に行く。あ、で、水没。らしいです。いけない。帰ってきた人が言ってました。その向こう、山の花の方っていうか、牛首まで。そっちの方も水没してた。水没してるか。そっちの方から帰ってきた人が水没してたって言ってました。そっかって。こっちの方が殺風景ですよね。そうですね。あっちの方がちょろちょろいっぱいあって。どうも。通行不可が続いているらしく、見晴らしまで来るハイカーは全然いない。竜宮の巨水林のところで沼尻川が氾濫していた。ちなみに沼尻川と呼ぶ派とぬしり川と呼ぶ派があり、福島側の人はぬしりと読み、
群馬側の人は沼尻と読むらしい。この川が2県の県境なので、見晴側にいるときはむしり川といい、竜宮川に入ったら沼尻川と言えばいいのではないか。国土地理院では沼尻川ということにしているようだ。水芭蕉と一緒に咲いているのは竜金花だ。花言葉は必ず来る幸福または富。竜金花も基本的に有毒だ。マジか。ここに来て、ここから先が湖化していることに気づいた。これが噂の期間限定幻の尾瀬ヶ原湖なのだろう。
前日の下の大堀川橋から見た光景と今の光景の違いに唖然とする。水没した木道はまだくるぶしまでの水位がある。明日には水が引いて消滅するであろう期間限定幻の尾瀬ヶ原湖を眺めつつ夕方のビールを楽しむとしよう。保冷剤の雪はまだ溶けていなかった。夕日の照り返しの中でキンキンに冷えたビール。水没しても水中で可憐に咲いている水芭蕉に乾杯。持ってきたスモークチキンをつまみに尾瀬ヶ原の湖にきらめく光の中で私は喉を潤すのであった。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと感じていただけたらよろしければチャンネル登録、そしていいねボタンを押していただくと動画作成の励みになります。